ロンリークリスマスで遊ぼうね。一人ぼっちのクリスマス？クリスマスに一人ってどういう意味だろうって思ったから買ってみたの。確かに不思議だね。クリぼっちは今時普通では。親が帰ってくるまで一人で留守番してる8歳の子供を操作するホラーゲームやから、銃声疑問もなければクリぼっちでもないで。ま、やっていく？楽しもうね。8歳にしては大人びた声だ。天井高くてお部屋広い。子供部屋にしてはいい部屋だね。海外のお家って大きいからこれが普通なのかも。むむ、なんか目線傾いてない？ケビン起きて。私たちはもう出たわ。クリスマスイブだもの。みんなやることいっぱいなの。テーブルの上にあなたのやることリストを置いておいたわ。夕方には帰るからまたね。お母さん、どこからの声だったんだろう。やることやらなきゃ怒られちゃうから見ていこう。優しそうなお母さんに聞こえたよ。ホラーのお母さんの5割はヤバい人だから。そっか。買い物しておばあちゃんを迎えに行って帰ってくるわ。一緒にクリパしようね。理科やること、朝ごはんをちゃんと食べてね。テーブルの上にミルクとクッキーを置いておいたわ。朝ごはんお菓子なの？羨ましい。クリスマスツリーを切り出してね。庭にあるみかんの家の近くに素敵な木を見つけたわ。切るところからやるの？本格的だね。リブにやることか疑問ではあるけどワクワクするね。ツリーを飾り付けてその下にプレゼントを置いてね。サンタへの手紙を忘れないでね。2階のパソコンの近くに便箋を置いておいたわ。引き出し開けられたりもしないからご飯食べに行こう。クッキー。廊下にピアノ置くと寒くて弾けたもんじゃないよ。お家あったかいんじゃない？楽器はよく冷えるから。何の音？屋根の雪が落ちたとか？いい家に見えて意外と年季入ってる音するや。お父さんとお母さんの部屋だね。子供部屋の時にも思ったけどキャンドル多いな。クリスマスだからね。クリスマスってキャンドル飾るものなの？ま、次の部屋。水場だね。やることに顔洗えとかトイレ行けってなかったから用はない。違う待って。言われたこと以外をやったら怒られるから。そうだったの？私がじゃなくてホラーの母親の6割はヤバい人だから。そっか。言われたこと以外やるとバグるゲーム多いから余計な行動したくないだけやろ。朝ごはんはどこかな？ないんだけど。食べられちゃった？机の上に置いたって言ってたけど、やっぱり冷蔵庫の中にしまったとか？ないね。じゃあビール飲むしかないか？なんで？ホラーだからだよ。主人公8歳なんですけど。ホラーの酒は水やからセーフやぞ。飲み食いできるものなかったし探索続行。ご飯だ。クッキー2枚。おっきいからお腹いっぱいになれるね。シリアルのことをクッキーって言ってるのかと思ってたら本当にお菓子だったんですね。飲み物が牛乳なのが分かってるね。クッキーには紅茶がいいな。さて、何するんだっけ？木を切り倒しに行くんだよ。さすがに8歳じゃ素手で切り倒すのは無理だろうし道具探そう。大人でも素手は無理だよ。開かないけどこの先なら鍵探さなきゃか。おお、それっぽい物置。刃物はむき身じゃ危ないし箱の中かな。これで木を探しに行けばいいんだね。あれ？でも片手斧とノコギリあるな。これなんだったの？ツリーの飾りかな。斧持って外へ。見た目が物騒。お、雪だるまあるし試し切りしておく？しないでいいよ。暖炉に入れる気？薪か。これしけってそうだけどいいの？まあサンタさん入ってこれなくなっちゃうから暖炉使わないしいいのか。暖炉から来る演出してくれたら盛り上がるだろうね。演出？これではない。もう飾り付けてあるのは違うんじゃないかな。飾られてないもみもみの木を探すんだね。人もみ多いですね。もみです。片手が斧で埋まってるから人もみ減っちゃうんだね。はい、そうです。トマトに見えた。結構飾り付けは終わってるんだね。ツリーだけ用意してないのが不思議なくらいだよ。なーにこれ？これ置かないと間違えてスルーされちゃうことあるから置くべきな看板だよ。そうなんだ。サンタさんはたくさんの家を回るからそういうミスしちゃうこともあるだろうしね。回らないよ。サンタさん自身もいっぱいいるからそうかも。みかんの家を見つけたけど木がないよ。家広かったのにここ必要なのかな。薪はこっちに置くべきだったとは思う。やっと見つけた。本当に木を切るところからやるんだ。激重な音したんだけど。ふむむ、すっごく重い。小さいけど重いよね。トゲトゲしてて持ちにくそう。思ってたより立派なサイズだった。ふ息苦しい。で、玄関に新聞来てたけど何？読めない。飾り付けしよ必要なものはもう置いてあるよ。う。用意周到だね。 BGM が変化した。すっごい。音だけで楽しくなっちゃうね。綺麗だね。光
光のキラキラが足りないから20点だね。ライトアップはお部屋を暗くしてからでしょ。ライトついてるように見えないけどな。ツリーを LED で光らせなくてもキャンドルの明かりでいい雰囲気になるんじゃないかな。それはちょっとムーディーすぎだね。2階のパソコンのある部屋で手紙を書きます。書いたらやること終わりだね。でもこれ今書いてプレゼント間に合うのかな。手紙読んでから買ってると思うんだけど、お母さんたちはもう買い物に出ちゃってるよね。なんでお母さんたちが関係あるの？手紙はポストに入れておけば不思議パワーで届くし、サンタさんの袋には何でも入ってるから大丈夫でしょ。サンタさんへ、僕の名前はケビン、8歳です。家族が前みたいに仲良くて幸せになれますようにと願っています。ママとパパが喧嘩をしないで、パパが約束を守ってくれたらいいなと思います。約束？浮気でもした？家のことあんまりしてくれないとか。てかサンタさんってこういう概念系の願い事も叶えてくれるんだね。読むのお父さんとお母さんだからじゃない？なんでサンタさんへの手紙をお父さんとお母さんが読むの？文字間違えてないかとか。そっか、私は内容読まれちゃうの嫌だな。サンタさんが僕の願いを叶えてくれますように。やることも終わったし、もっと飾り付けでもしとく？派手派手にしてお父さんとお母さんを驚かせれば仲良くなるかも。自分たちで何とかできるならその方がいいもんね。先にそろそろトイレ行っとこう。やること終わったし、みんなが帰ってくるまでゲームしようっと。ゲーム中にゲームされると頭こんがらがっちゃう。かまいたちの夜2やった時の私みたいだね。そうなの？遊びたすぎるのか勢いがすごい。このゲームの開発さんだ。じゃあホラゲーやるってこと？ 8 歳が？ガキの方が黒好きやろ。始まったよ。こんな小さいうちからホラーゲームやってたら将来クリスマスを一人で過ごす子になっちゃうよ。そうなの？ホラーゲームに対する偏見やめろ。これここの開発さんの前作だったりする？知らない。これ操作できないから見てるしかないんだけど、いつまで続くの？クリアまでやろ。いやー、本当にクリアまで見せられるとは。1分ちょっとだったけど待ってるだけなの。暇だしちょっと寄っちゃった。あ、もう夕方だ。パパとママが帰ってくるね。絶対にギャグホラーの明るさだと思ってたのに、いつもの暗さになったな。ギャグゲーだと思ってたの？思ってたというか今も思ってるよ。割とギルティーな暗さしてる。スイッチで電気つくけどそれでも暗いね。気持ちだけは明るくいこう。電話に近いな。音大きくなったけどどこかわかんない。ここだ。遅くなりそう。みんな私たちみたいにクリスマスの買い物をギリでしたのか渋滞がひどいの。ピザを頼んでおいたから一人で夕食を済ませてね。地下室にある花火を庭の滑り台の近くに準備しておいて。鍵は多分寝室のどこかにあると思うわ。イブに一人でご飯？かわいそうすぎる。ピザ独り占めだよ。どのサイズだろう？小さい子用なら S1 枚とかじゃない？少なすぎるよ。あ、そっか、パーティー用のをまとめて頼んでたとしたら L3 枚とかかもだね。 L3 枚って1人分じゃん。最初に来た時はなかったのに。誰かいるな。それ突っ込むのは野暮やろ。1階の鍵扉を開けました。地下は薄暗いね。上はクソ暗いから癒しだね。癒されはしないかな。何しにここに来たんだっけ？火遊びの道具探しに来たんだよ。花火探しだったね。何の音？飛行機？たまにすっごい低い位置飛んでてうるさいことあるもんね。花火を試しておきたいや。子供が一人で火を扱うの本当に危ないね。後で怒られちゃいそう。マッチを持ってった方がいいよね。本当に火遊びになっちゃう。これはサンタさん来なくなっちゃうね。消えたり現れたりするマッチ。特別な技術でできてて安全なのかもしれないね。花火を着火するには R を押してください。ちな、今のを読むためだけにゆかりんは今日来てくれたんやで。お勤めご苦労様です。もっと何かさせてくださいよ。画面明るくして。いいですけど、花火で明るくなると思いますよ。わあ、素敵。冬は乾燥してるから火事に気をつけようね。雪いっぱいだから乾燥してないんじゃないかな。いや、雪積もるくらいだと空気中の水分も少なくて。それ説明できるのになんでサンタの正体わかんないんですか？わかってるよ。そうだよね。フィンランドの妖精でしょ。
続けてどうぞ。リアちゃんが宇宙人とか異星人ってよりも実は精霊に近いのと同じで、サンタさんもフィンランド人とかサンタクロース人ってよりも精霊に近いって聞いたことがあるよ。そっか。そうかもですね。誰に聞いたんやそれ。もうすぐピザ来るだろうし戻らなきゃ。雪遊びした後だしお風呂で温まりたくなるね。開かない。まだ来てないから開けなくてもいいんじゃない？あ、そっか。来たから受け取ろうって話じゃないんだね。置き配禁止。お金払わなきゃ。先払いしといてよ。なーに？浮かれた被り物したジョーラの男が見えたな。俊敏すぎて見えなかったよ。開けるの？開けなきゃ何も始まらないからね。あ、ちゃんとピザ来てる。小さい。クリスマスキャンペーンで妙なコスしてる配達員だったのかもね。普通の格好をしてよ。食べろって言われてたし食べる。朝と座る席が違うの気になる。気にならないよ。あかりちゃんはミステリーの才能はなさそうだね。これミステリーじゃないよ。そうだね。ペロリ？あんなサイズの1枚なら1分かからないのが普通だよ。ピザ1枚に1時間くらいかけて食べきれずに残すことあるんだけど。注意してください。シカゴ近郊の道路で護送中の危険な犯罪者が逃走しました。8件の家宅窃盗と複数の犠牲者を出した罪人です。特徴、ピエロの衣装を着用。背丈は普通。痩せ型。見かけたら直ちに911に通報してください。念のため家中の明かりをつけてドアに鍵かけた方がいいかな。しっかりした子だ。さっきのピザ受け取る時に見た人が犯人なら食べてる間にもうどこかから入ってきちゃってそう。このラジオを車か何かで聞いたお父さんが同じ格好をして脅かしてきてる説を唱えておくよ。何のためにそんなことを？クリスマスパーティーの余興のドッキリとか。その余興盛り上がらなそう。やってる側は盛り上がりそうだけどね。一応ちゃんと鍵かかったかドアガチャで確認してく。凶悪犯なら割ったり壊したりで入ってきそうだよね。そうしてこないってことはやっぱりドッキリなんだよ。暖炉の戸締まりする必要はないみたいだ。暖炉の戸締まりって何？2階に外に出られる扉なかったと思うけど明かりつけて回る。この鐘の音はたまに鳴ってたからフラグじゃないと思う。でも扉開けて誘われてるよ。凶悪犯だってトイレしたくなるから入ったのかな。花火？銃声でしょ。外で打ち上げた花火こんな音だったし。てかこれ開いてるのか。寒いし閉めよう。危ないから閉めようだよ。不思議、窓閉まってたはずなのに。閉まってたっけ？朝は入らなかったからわかんない。勝手に開いたり閉じたりする扉の方が不気味。閉まるのはたまに見るね。知らないとびっくりするよね。お風呂クソ長いね。ゆっくり足を伸ばして疲れていいかも。一人でしか入れないのは嫌だな。なんだろう。家の中に入られちゃってる。ホームアローン感あるな。隠れ続けるのと通報するのどっちがいいんだろう。緊急通報しなきゃ。だってさ。待ち伏せされてそう。お、電話だ。お母さんかな。これ家族が今帰ってくるの危険が危ないよね。まだ入ってきてなかったのか。いや手前にいるな。なんで怖がらずに近づいていくの？通常身長に痩せ型な人って倒せそうだし。あれ消えた。やるじゃん。護身用の武器持っておこうね。斧もチェーンソーも無理っぽいや。まあ物理系の武器持っててもピエロの技使うっぽいし効かなそうだよね。ピエロの技って何？部屋に入って消えたやつとかピエロっぽいじゃん。そう？金目のものでも漁ってる？場所教えるから出て行ってもらおうと思ったけど開かないや。教えたら見逃してくれるのかな。あれ今は開く。明かりで誘ってる？ちょっとエッチだね。わかんないけど行こうね。あ、この木の板はバールで一つずつ外さなきゃいけないけど判定が悪いで有名なやつ。急に早口で語るね。これ外に出て行ってあのみかんの家に避難するパターン。そうなの？いや全然わかんないけど暗いから外に出たい。ママ、パパ。お、帰宅？今あのピエロ向かっていかなかった？あのピエロがパパだからママを迎えに行った可能性とか。普通に考えよう。ああれ最後を見取りにも行けないのか。雪だるまが邪魔してる？まだいるだろうから外に出ちゃ危ないよ。車の大きな音鳴ってたから逃げるんじゃないのかな。どこからの音？2階に行けなくなってる。探索箇所が半分になったね。キッチンにナイフがあったよな。木を切った斧でも物置のチェーンソーでもいい武器になるよ。
ぶっ殺してやる。まだ一桁の子供が修羅になってしまうね。かわいそう。なんだろう。電気消えた。イルミネーションが綺麗だね。今言うこと？ 2階は行けないから1階歩けばいいんだろうけど、広いから大変そうだ。どこにいるの？ね2階にピアノある家でのピアノ SE はちょっと混乱する。またここに閉じ込められればいいのかな。自ら？違うのか。じゃあローラーしていく。暗いのとたまになる音には慣れちゃったね。貴重な光源が。ドアすっごい汚れてる。内側で血がつくようなことされてたっけ。そろそろ出てきてくれないかな。出てこないなら出てこないでいいよ。やっとか。もう終わりにしましょう。話し合いで解決は無理なのかな。両親切られてるから2回は切らなきゃダメだよ。そっか。電球にいっぱい電気流すとこうなるよね。お母さんの悲鳴を低くしたのと同じ。もっと驚こうよ。あかりちゃんが驚いてくれるなら私はいいかなーって。サンタ号？お、いる？いや、サンタさんじゃないのか。この流れでそんなわけないよね。刺す以外にやっておくことあるかな。床に何か置かれてない？死体袋が2つだね。お父さんとお母さんだよね。おばあちゃん迎えに行ったんじゃなかったっけ。まあ数はどうでもいいか。復讐。子供が背負うには重たい話だね。あれ？夢落ち？今流行りのループものかも。その流行りはもう古いよ。お母さん起こしてくれないの不穏だね。今はいつなの？クリスマスだ。一日進んでる。ガチのマジで夢落ちなのか？やることリストないけど、どこからが夢だったの？ケビン、あまりにも気持ちよさそうに寝てたから起こさないことにしたよ。ハッピークリスマス。プレゼントはクリスマスツリーの下にあるよ。飾り付けの時に箱も置いたけどそれかな。枕元にプレゼントなかったのは頼んだものが概念だったから。いや、手紙書いたのも夢か？家族、生きてる？ほい1階、2階はパソコン部屋以外開かなくて、パソコン部屋には何もなかったよ。ツリーそっちじゃないよ。昨日の惨状の痕跡が残ってるか見ておこうかなーって。残ってなかったら夢だったってことだろうしね。夢ならみんなハッピーだね。お、あれだなー。綺麗にラッピングされててワクワクだね。過剰放送。あ、可愛くないフィギュアだな。あの敵じゃん。いらないな。しかも中古？そういうことじゃないと思う。でも汚れてるし。あ、いや、最近のおもちゃは見た目のチェンジギミックあったりもするか。終わっちゃった。結局どういうことだったの？さあ、実際にあったのかもしれないし、日中にホラーゲームやったせいで見た夢かもしれないし、家族からの悪質なドッキリの可能性もあるよね。あんまりすっきりしない。ほらほら、二人とも感想言って締めましょう。プレゼントはお願いしたのが欲しいなって思いました。一人のクリスマスは寂しいから家族や友達と過ごすべきって再確認できてよかったよ。定価580円は高いと思ったで。それじゃ、バイバイ。